皆さんこんにちは、ひときです。僕は普段オノマップというチャンネルで日本語を教えていたり、日本で医者をしていたり、遊びながら日本語を勉強できるカードゲーム、ゴーゴージェスチャーを作っていたりします。実は前回のポッドキャストで話した通り、今回が一旦最後のポッドキャストになるんですけれども、最後は AI ばかりの世界でどう生きればいいのかというテーマについて話したいと思います。皆さんもご存知の通り、AI はほとんど何でもできますよね。絵を描いたり、3DCG を作ったり、会話ができたり、悩みを聞いてくれたり、僕も普段話し相手として使っています。昔は AI はクリエイティブなことはできないと言われてたんですけど、今それを言う人はもういないですよね。あとは AI になくて人間にはあるものは共感性だというふうに言われていました。人間の方が人の気持ちがわかる。AI は人の気持ちがわからない。だから人間の方が相手のことを考えた言葉を話すことができる。こういうふうに言われてたんですけど、これも嘘です。ちょっと面白いことに、医者の世界でもこの AI の話はされていて、僕のすごく尊敬する先生が、調べたデータになるんですけども、その先生は、医者に患者さんの質問に対して本当の医者が回答した内容、あとはチャット GPT が考えた内容、どちらの方が優れているか、本当の医者にアンケートしました。その評価は回答が正しいかだけじゃなくて、話し方、接し方、共感性、分かりやすさ、そういったいろいろな情報が含まれていて、総合的にどちらがいいかということが決められています。で、その結果を言うと、チャット GPT の方が良かったんですよね。その中で面白いのは、特に共感性という項目に対しては、実はチャット GPT の方が良かったんです。確かにね、普段たくさん患者さんを見ていて、ものすごく忙しい。でも患者さんはなんでこんなに待たせるんだってすごく怒ってる。でもその環境でものすごく優しくなるって全員ができるわけじゃないと思うんですよね。でもチャット GPT はどんな時でもあなたに優しい言葉をかけてくれます。なので AI もこういう共感するような言葉を使えるようになってきました。そうなってくるとちょっと怖いですよね。じゃあもう医者はいらないじゃんとか、プログラマーはいらないじゃんとか、そういう風な世界が待ってるんじゃないかなと考えると、すごく怖くなってきますよね。そんな AI ばかりの世界で何が大切なのっていうことを、この前僕の親戚の大学生のこと話して、実はこのテーマの質問をされたんですよね。今後 AI で世界はどうなると思いますかって聞かれたんですよ。それで考えてみて、僕の答えとしては、もう AI ばかりの世界では、人間と人間のリアルの関係だけしかもう残らないと僕は思ってます。この人間と人間の関係っていうのは、多分バーチャルじゃあんまり良くないんですよね。というのは、ちょっと前までは、やっぱり VR、メガネみたいなやつをかけて、バーチャルの世界でみんなと話そうというチャレンジがたくさんされてましたよね。元 Facebook のメタ社では、このビジネスにすごいたくさんのお金を使っていて、これからの世界はバーチャルだっていうふうに言ってたんですけど、意外とそのバーチャルの世界は流行らなかったですよね。やっぱりどこかで人間は直接会って、その人の息の使い方、その人と触れられる位置にいる、その人の熱を感じる、そういう言葉にはできない全てのものを感じて、自分という存在を感じることができるんだと思うんですよ。なので、これからはこれまで以上にリアルな体験が重要になってくると思います。例えば、友達と一緒に出かけたり、例えば仕事で言えば、イベントを開催するとか、あとは現実にある不動産とか、そういったところはこれからも大丈夫だと思うんですよね。あとは教師とか医者も大丈夫だと思うんですよね。別に勉強する人とか患者さんってその内容だけを知りたいわけじゃなくて、そこに行って環境をもらってるんですよね。勉強で言えば別に教科書があるから情報は足りてるはずなんですよ。でも先生から教えてもらいたいっていうのはそっちの方が頭に内容が入るからですよね。で、医者も別に今みんな怪我してそこを写真撮ったら
これはこの病気が考えられますって教えてくれるんですけど、それだけを信じるかといったらちょっと信じないですよね。いろいろ経験していろいろ見てきた医者が自分の言葉で大丈夫だよって言ってくれた時はすごい安心すると思います。そういう信頼で成り立っている仕事も大丈夫だと思います。でもこれって全部リアルの世界の話なんですよね。今まではリアルなんてもうやだ。ゲームで友達を作るんだ。距離が離れていてもオンラインで電話をするんだ。そういう世界がすごく人気だったんですけど、今はもうスクリーンの中ではどんなものでも作れちゃうので、もう何を信じたらいいかわかんない状態になっていますよね。そんな世界ではやっぱり信じられるのはリアルな世界だけになってくると思います。僕も55ジェスチャーという日本語のカードゲームを作ったんですけど、最初はやっぱり周りからは PDF を作りなよって言われたんですよ。PDF の方がもちろん買う人は多いし、プロジェクトが成功する確率は高まるっていうふうに言われたんですけど、僕は本当に価値あるものしか作りたくないので、そうなった時にやっぱり難しいけど本当にリアルに触ったりできるカードゲームを作ろうと思ったんですよね。そのカードゲームがあれば自分でそのカードゲームを持って一緒にゲームやろうって言いに行ったりできるし、友達の家に行く時もそのカードゲームを持って行って言語の勉強をすればいいんです。わざわざパソコン持ってって PDF を開いて一緒にしようっていう人はあんまりいないんじゃないかなと思います。手に触ることができて言葉にするには難しいんですけど、そういう良さがありますよね。で、そのカードゲームを通じてリアルな世界で友達を作る。そのことで本当に大切な友達ができる。僕はこれを目指して今回のカードゲームを作りました。ちなみにもうキックスターター終わってしまったんで手に入れることはできないんですけど、また準備が整い次第少しずつ販売はしようかなと思っているので、ぜひオノマップファクトリーのホームページから55ジェスチャーのウェイティングリストに登録してみてください。登録してくれた人はディスカウントもあるので、ぜひ登録してみてください。ということで、今日は最後のポッドキャストになりますけど、最後は自分がこれからの世界で何が大切かなということについてお話ししました。これからはメインのオノマップチャンネルも一旦終了して、新しい YouTube チャンネルを作ろうと考えています。僕は本当に動画を作ることが好きなので、皆さんにまた動画を作れなくなってしまうことはすっごく悲しいんですけれども、これも将来より多くの日本語学習者のサポートをする目的ということで、ご理解のほどよろしくお願いします。新しいチャンネルを作った時には、ぜひ皆さんにお知らせしたいので、コメント欄にあるリンクからメールアドレスを登録して待っていてください。では皆さん、新しいチャンネルでぜひ会いましょう。それでは本当に本当に皆さんありがとうございました。またね。